世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は炎上してしまったヒュンダイに関する話題をご紹介します。2022年2月5日、インドのネット上は韓国の大手自動車メーカー、ヒュンダイに対する怒りで包まれていました。そして SNS には、予約していたヒュンダイ車をキャンセルしたという書き込みが相次いだのです。事の発端は、ヒュンダイのパキスタンにおける提携企業、ヒュンダイニシャットが公式 SNS で発したメッセージでした。我々は、カシミールの兄弟たちの犠牲を忘れてはならない。支持し続けよう。彼らは自由のために戦っている。このメッセージがなぜインド国民の怒りを招いたのでしょうか。それはカシミールという場所が理由でした。かつてインドとパキスタンはイギリス領インド帝国に支配されていましたが、1947年に独立する際、宗教の違いによってそれぞれ分離することになります。メッセージにあったカシミールはちょうどその境界線にあたり、双方が領有権を主張している地域なのです。独立からわずか2ヶ月後には、カシミールの支配権を争って戦いが勃発していて、現在はインド、パキスタン、中国の3カ国が実効支配していますが、インドとパキスタンはお互いに返還要求を出し合っています。このような経緯がある中で、今回の投稿があったため、インドでは韓国のヒュンダイがパキスタン支持を明確に打ち出したと認識され、インド国民の怒りに火がついてしまったのです。SNS では、ボイコットヒュンダイというワードがトレンドとなり、多くのインド人が不買運動を訴える事態に。さらにこの騒動はインド政府にまで波及。投稿から2日後の2月7日には、インド外務省が韓国の駐印大使を呼び出して抗議。外務大臣も韓国外交部長官に電話で抗議しています。国際問題にまで発展してしまったのですね。ただ、ヒュンダイにも同情できる点はありました。実は、騒動の原因となったヒュンダイニシャットという企業は、ヒュンダイの提携企業であって出資企業ではないのです。ヒュンダイニシャットはパキスタン最大の財閥グループであるニシャットグループが出資してできた企業で、ヒュンダイはそこに商標を貸しているだけ。つまり、ヒュンダイニシャットはパキスタン企業なので、当然パキスタンを支持します。ちなみに、ヒュンダイは SNS で、ヒュンダイがインドに進出してから25年以上にもなる。我々の第二の故郷だ。インドの民族主義を尊重するよう強く支持する。と声明を出しましたが、インド国民の怒りはしばらく収まらなかったのだとか。混乱を招くコメントを公式でしてしまう企業と提携したヒュンダイが不注意だっただけとも言えますが、少し同情してしまいますね。この話題には海外から多くの声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。これはヒュンダイの人には同情できるよ。火の粉が降りかかってきた形だからね。ただ、ヒュンダイが消えて困るインド人はいるのだろうか。いやいや、因果応報だろう。同情の余地などない。韓国ってことごとく地雷踏むよね。なんか歩くごとに地雷を踏んでいる気がする。人にしたことは自分に跳ね返ってくるということか。そもそもヒュンダイってインドでそんなに売れてんのか？あんまりイメージないけど。インドの新車販売台数は韓国を上回る世界第5位。多少なりとも売れているはずだから、ヒュンダイの上層部は頭を抱えているでしょうね。まあ、明確な歴史観とやらをパキスタン人も口にしただけですよ。サムスンが台湾でやられた方法だね。自分がやろうとしていたことを他人にやられただけ。文句を言うのはお門違いでしょう。パキスタンとインドはそんな関係があったのか。まあ、世界中見渡しても隣同士の国って仲良くないか。パキスタンとインドは日本と韓国ぐらい仲が良くありません。数十年間も国民が睨み合いをしてるよ。企業名にヒュンダイがあったらインドの方々が怒るのは無理もない。
勘違いして怒っている人もたくさんいるんだろうけど、もう何か言って止められる状態じゃないんだろうね。ネット社会の恐ろしいところだ。パキスタンは感情で動く国だったか。やはりやることが違うな。感情で動くと大体裏目に出る。インドがヒュンダイの不買運動か。結果的にはいいかもしれないね。だってあんなに品質の悪い車買っても仕方ないだろう。企業は事業だけをしていればいいよ。政治に関わらないでくれ。なぜ企業が政治に関与するのか。情けない。ヒュンダイはまず車をしっかり作ることから始めよう。代理店が勝手にやったで逃げ切ろうとしてるけど無理だろうな。2020年には韓国の LG 化学がインドでガス漏れ事故を起こした。しかも漏洩は停止したと発表した後に再びガス漏れが起きる始末。現地では韓国への印象がかなり悪化しているそうだ。ヒュンダイが売れなくなるのも当然かな。以上が海外の人々の反応でした。火の粉が降りかかった形のヒュンダイですが、その大きすぎる名前の影響か、同情の声は少ないように感じましたね。今回、インドで起こった韓国車の不買運動ですが、大手メーカーのヒュンダイが慌てるのも当然の理由がありました。インド自動車工業会の発表によると、インド国内での2022年の乗用車販売台数は、出荷ベースで世界第3位の約350万台と大きな市場に成長していたからです。そんな自動車産業が急成長中のインドですが、国内で最も売れている自動車メーカーは日本のスズキで、そのシェアはなんと 50% を超えています。トヨタや日産、ヒュンダイにフォルクスワーゲンなど他の海外メーカーも進出している中、インドでスズキが成功している理由はどこにあるのでしょうか。ある月の単月でメーカーごとのシェアを見てみると、スズキが 56%、ヒュンダイが 14.7%、キア自動車が 3.5%、地元メーカーのマヒンドラ&マヒンドラが 8%、日系メーカーであるトヨタが 4.9% で、日産が 1.3% のシェア率となっています。このことからインド市場ではほぼスズキ一強であることがわかりますね。インド市場におけるスズキの成功の裏には、当時の鈴木会長の先見の明とスピーディーな動きがあったとされています。スズキがインドに参入したのは1982年のことで、当時インド国内の自動車市場は発展途上であり、国民に自動車を普及させることができる海外メーカーを探していました。そこにスズキが名乗りを上げ、1981年に設立されたインド国営のマルチウドヨグ社と合弁会社になり、現在に至っています。同時期にトヨタも乗用車でのインド参入を図っていますが、認可が下りず、1983年になって現地資本との合弁で DCM トヨタを設立し、1985年になってようやくダイナの生産・販売にこぎつけることができたのです。また、インドに住む人々が求める車作りを徹底している点も、インドでのスズキの強さの要因となっています。スズキがインドで初めて製造・販売を手掛けたのは、1983年にデビューしたマルチ800というモデル。これは2代目アルトをベースとしてインド国内向けに改修したものであり、販売価格は現在の貨幣価値に換算しておよそ32万円。当時、インドで市販されていたモデルと比較すると非常に安価であり、故障も少なかったことから人気車種となり、2014年の生産終了まで30年にわたって販売されるロングセラーに。マルチ800の存在は、スズキがインド国内で信頼を得た大きな要因の一つですが、その後もスズキは現在に至るまで、現地の要望に応えるモデルを生み出し続けているのです。ラインナップの多くは、現地の税法に対応するため、全長を4メートル未満に収めたり、日本と異なる道路状況を考慮して、最低地上高を上げるなどの工夫が行われています。また、インド独自のモデルも豊富で、ニーズや予算に合わせて選べる体制を整えているため、スズキはインド国内で大きなシェアを占めることに成功しているのですね。現在、インドの自動車市場は
世界でも有数の巨大市場になっています。そのような市場にあって、スズキはこれからも日系メーカーとして強い存在感を放ち続けるでしょうが、今回の件で韓国の最大手、ヒュンダイが拡大するのは難しくなったかもしれません。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。